ちは、ヨーヨー社労士の飯塚智代です。働く LGBTQ を応援、ヨーヨー社労士が教えます知っておきたい法律と困った時の相談先というタイトルでお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。はじめにね、元気よく話したんですけど、何者あなたって思われた方多いと思います。自己紹介させてください。私、社会保険労務士でヨーヨーパフォーマーをしております飯塚智代と申します。スピカ社会保険労務士事務所の代表と SRLGBT アンダーライズという社会保険労務士による LGBT 素地に関する労働問題について支援する団体のメンバーでもあります。学生時代からヨーヨーパフォーマーとして活動しておりまして、2020年全日本ヨーヨー選手権大会で女性部門で優勝しました。ヨーヨー社労士としてもメディアで活躍中です。どうぞよろしくお願いします。そもそもですね、社会保険労務士って何って思われている方も多いと思います。社会保険労務士というのは、労働に関する法律、労働保険、社会保険に関する法律を取り扱う国家資格者です。事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること、つまり言えば人を大切にする企業づくりの支援をしています。社会保険の専門家として個人の方からの労働や年金についてのご相談だったりですね、業務内容ってすっごく広いんですね。働く人の専門家として社会に貢献しています。そして私の所属している SRLGBT& アライズの活動内容なんですが、セクシュアリティにかかわらず誰もが安全に活躍できる職場環境を作る支援をしていくということで、さまざまな啓発活動や教育活動、そしてレインボープライドをはじめとしたイベント等に積極的に参加して、各種団体や企業さんとも積極的に交流しています。相談対応としまして LGBT 当事者、そしてアライの方々からですね、就労にまつわる相談への対応、そして社会保険労務士だけではなくてカウンセラーやキャリアコンサルタントなど各種専門家が労働者側、使用者側双方からの相談を受け付けています。早速ですが本日のテーマ、この3つです。働く人を守る法律・ルールってどんなものがあるの？そして職場におけるハラスメント、そんなハラスメントを見聞きしてしまった、受けてしまった、一人で悩んでいないで、ぜひ困った時には相談してください。どこに相談していいかわからないっていう場合にですね、困った時の相談先をお知らせします。働く人を守る法律、ここにね一覧として並べてみました。まだまだこれ以上にもあるんですけれども、代表的なものとして労働基準法ですね。労働時間、働く時間、そして休日などですね、働くための最低ルールというものですね、最低限の基準を定めたものが労働基準法となっています。労働基準法ではですね、1日8時間、1週間では40時間以上を超えて働かせてはダメですよというルールが決まっております。あとは有給休暇ですね。会社に入社して半年以上働きました。そうすると有給休暇が付与されます。これも労働基準法によって最低限何日付与しなければいけませんよといったルールが定められています。で、労働契約法、そして最低賃金法、時給じゃあ500円で働いてくださいってこれ NG なんです。それぞれのですね、都道府県ごとに最低賃金というものが定められています。毎年10月に改定されまして、2021年10月から東京都は1041円が最低賃金、1時間あたりの賃金ですね。なので時給1041円を下回る金額で働かせることは原則できません。そして労働安全衛生法、これは職場での事故、病気などを防ぐためのルールを定めています。そして男女雇用機会均等法、男女が差別なく働けるようなルールを定めています。男女となっておりますが、もちろんここには LGBTQ も含まれています。そして労働施策総合推進法、これはパワーハラスメントを防止するための各種ルールが定められています。そして育児介護休業法、労働者災害保障保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金法、いろんな働く
ことについてはいろんな法律がですね絡み合って、そのルールの中できちんと会社はこのルールにのっとって従業員の方を働かせる、従業員の方はこのルールにのっとって働く、双方がルールを守ることによって健全な職場環境が形成されるというわけです。そして働く前の就職活動の段階においても実はルールっていうのがあるんですね。厚生労働省は公正な採用選考を目指してというですねリーフレット等をですね発行しておりまして、その中には性的マイノリティの方や特定の方を排除しないように、その方の適性や能力だけを判断基準、採用の判断基準として採用活動を行ってくださいと事業主に求めています。例えばですね、就職活動の時に結婚などの話題から性的指向や性自認をカミングアウトしたところ、面接を打ち切られたというケースがありました。性的指向というのは恋愛感情等が向かう方向ですね。そして性自認というのはご自身の性別の自己認識です。この話をしたことによって打ち切るLGBTQ という理由だけでですね、会社事業主の方が嫌悪感を示してしまって、そこで面接を打ち切るということは本来行ってはいけない、応募者のですね基本的人権を尊重するということが重要ですと明記しています。そして厚生労働省が公表した新しい履歴書の様式がこちらです。こちらにですね、何が変わったかと言いますと、性別欄の記載で今まで男か女かどちらかに丸をするという形だったと思うんですけど、その性別の欄がですね、もうちょっとこんな小さく任意、性別欄というのが自由記載になっているんですね。性別欄の記入は任意で OK、 そして未記載とすることも可能となっております。そしてそれ以外にも通勤の時間や扶養の家族の数、配偶者がいるかどうかとか配偶者の扶養義務についての項目も削除されました。これら性別の情報からこういった情報というのは本来採用の段階ではですね不必要な情報ではないかということで、これによって左右される、採用するかしないか、その方の評価が左右されるというのは本来あってはならないことなんではないかということで、こちらの記述が削除されるようになりました。そして働く上でですね、さまざまな人たちが働いています。そんな中で職場でじゃあそういった人たちと一緒に働いている中で、職場でですね見聞きしたことがあるハラスメントというですねハラスメントの内容についてのアンケート調査があります。これは LGBTQ 当事者の方から集めたアンケートとなっておりまして、職場でどういったハラスメントを見聞きしましたかというものなんですが、一番多いのがですねパワーハラスメントに相当するような行為ですね。後ほどパワーハラスメントってどういうことっていうのでご紹介させていただきます。そして容姿や外見に関するですねことについて言及されてしまう、そして性的な冗談を言われてしまったり、あとは結婚の予定、出産の予定はといったこと、男らしさや女らしさについてですね要求されたり、望まない身体の接触をする、体に触ったりとかですね、あとはですね同性愛やトランスジェンダーであることをネタにして冗談であったりとかからかいを言う、そして性的な関係を強要するなどですね、そういったことが職場で見聞きされているということがアンケートの調査で出ています。セクシャルハラスメントというものはどういったものかと言いますと、セクシャルハラスメントと言いますと男性から女性に行うものというようなイメージがあると思うんですけど、法律上はですね男女ともに被害者にもなりうるし加害者にもなりうるということがあります。そして同性同士での言動であってもそれはセクハラになりうるんですね。でセクシャルハラスメントには2つのパターンがありまして、対価型、環境型ですね。対価型っていうのがどういったものかと言いますと、例えば経営者から性的な関係を要求されたがそういったことを拒否したらですね解雇されてしまったということ、これが対価型。そして環境型というのは働く環境をですねが害されてしまうということなんですけれども、例えば事務所内で上司が胸など時々触ってくるので仕事がもう手につかなくなって就業意欲が低下してしまった、でそのまま辞めてしまったというですね環境に影響すること、例えばそういったヌードポスターとかを事業上に貼っていたりとかっていうものについても環境型のセクシャルハラスメントと言います。
こういったセクシャルハラスメントに対しては指針が出てまして、そういった被害を受けた方の性的指向や性自認にかかわらずですね、またその当該者に対する職場におけるハラスメントもこの指針の対象となってきます。なので LGBTQ の方、そしてそうじゃない方に対してのそういった性的な言動だったりとかですねっていうものはセクシュアルハラスメントになりうるということで指針が書かれております。そしてもう一つのハラスメント、パワーハラスメント。パワーハラスメントはこちらの6つの類型に分けることができます。1つ目が精神的な攻撃ですね。脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など、例えば上司が部下に対して人格を否定するようなこと、発言をすること。で2つ目が身体的な攻撃ですね。もう直接暴行だったり傷害だったり、上司が部下に対して殴打、足蹴りをするといったこと。そして3つ目が過大な要求ですね。業務上明らかに不要なこと、もしくは業務遂行不可なことを強制してしまったりとか、仕事を妨害するということですね。そして4つ目が隔離、仲間外し、無視、人間関係からの切り離し。そして5つ目が過小な要求ですね。業務上合理性がなく、かつ能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること。例えばシュレッダー係を命じて一日中もう1ヶ月中ずっとシュレッダーしかしないというようなことですね。そういった仕事を与える、命じることを過小な要求。そして6つ目がプライベートのことに過度に立ち入る、詮索する、個の侵害ということですね。この中には LGBT 当事者の方の性的指向や性自認について必要以上に詮索すること、またそれをアウティングすることも含まれています。でこの中でですね、知っておきたい概念として素地という言葉があります。素地というのは先ほど申し上げた性的指向、セクシュアルオリエンテーション、そして性自認、ジェンダーアイデンティティ、こちら2つの言葉の頭文字を取って素地と言います。これは LGBT というのが性的マイノリティとして少数者、人の集まりを表す言葉に対して、素地というものは性的マイノリティ以外の方、 LGBTQ 当事者以外の方も含めて全ての人の性の在り方をですね、人権として考える際に使われる言葉となっております。そしてこの素地なんですけれども、パワハラ指針というものがですねありまして、その中に人格を否定するような言動を行うことで相手の性的指向、性自認に関する侮蔑的な言動を行うことを含むと書いているんですが、これは LGBTQ 当事者以外に対してもこういった性的指向、性自認に関する侮蔑的な言動を行うことも含むとしております。そしてアウティングですね。労働者の性的指向、性自認や病歴、不妊治療歴等の個人情報について、とてもセンシティブな個人情報について、その労働者の方の了解を得ないで他の労働者に暴露してしまう、勝手に言ってしまうことがアウティングです。これらに対してパワハラ指針ではこういったことが起きないように方針を明確化、会社として方針を明確化して相談体制を設けて、プライバシー保護をするためにどういった整備をするかで、職場のパワーハラスメントを防止するため、防ぐため、未然防止、そして起きてしまった後の事後対応について企業がですねどのように対応するかということが義務付けられています。ソジハラについてです。ソジハラというのはパワーハラスメントにも含まれますよということで、ソジハラっていうものはどういったものかと言いますと、ここに書いてありますように、そういった差別的な言動だったりですね、嘲笑、故障したりですね、あとはいじめ、無視、暴力、不当な移動や解雇、望まない性別での生活の強要、そしてアウティング、こういったこともですねパワーハラスメントになりうるし、セクシャルハラスメントにもなりうるんですね。ソジハラというものはパワーハラスメントにもなりうる、セクシャルハラスメントにもなりうる、絶対に行ってはいけない行為です。
もし職場でハラスメントを見てしまった、聞いてしまった、そして受けてしまったという場合に、じゃあどういうふうに対応したらいいのかということで、まず一番最初にできることとしては、やめてください、嫌です、それダメですよと意思表示をすることが大事です。受け流していても状況は改善しません。もしそういった状況をですね見てしまったら、ぜひ意思表示をしてください。意思表示することがちょっと難しいなっていうのであれば、会社の相談窓口に相談してください。2022年4月からですね、すべての規模の企業に対して相談体制の整備が義務化されます。いや、まだちょっとうちの会社には相談窓口がないかな、ちょっと社内の人に相談するのはちょっと嫌だなっていう場合は、外部の相談窓口に相談してください。労働局、労働基準監督署、労働組合、そして LGBTQ 支援団体など、さまざまなですね機関が外部に無料で相談できる機関、中には無料で相談できるところ、電話でも相談できるところがあります。こういったハラスメントに対しての相談したことを理由に、会社が従業員に対して不利益な取り扱いをすることというのは禁止されています。ここでですね、一つ労働基準監督署、都道府県労働局内に設置されています総合労働相談コーナーの事例を見てみましょう。こういった都道府県労働局、全国の労働基準監督署内にですね設置されている総合労働相談コーナーでは、性的指向、性自認に関連する労働問題も対象としています。こういった相談に対して労働相談コーナーからこういうふうに対応したらいいんじゃないかというですね回答、もしくは会社に対しての働きかけということ、助言指導または斡旋という形で解決を図ることが可能ですよといったアドバイスを受けることができます。総合労働相談コーナーは原則無料でご利用いただけます。ご自身のお住まいの近くにある労働局、労働基準監督署または会社の管轄の労働局、労働基準監督署にぜひご相談ください。相談の際の準備として、まずこれはこういった話をですね整理しておくと相談がスムーズに進みます。状況の整理として、ハラスメントだと思った、感じたことが起きた日時、どこで起こったのか、どのようなことを言われたのか、強要されたのか、誰に言われたのか、強要されたのか、そしてその時他に誰かが見ていたのか、こういったことをまとめてぜひ相談してみてください。こちらに一覧としてまとめましたので、ぜひご参考にしてください。私たちの SR LGBT&Allies でもですね、性的指向、性自認に関する労働相談を受け付けております。こちらのホームページのですね、サイトからの問い合わせフォームからぜひご相談お送りください。そしてプライドハウス東京レガシーでも各種相談を受け付けております。弁護士による LGBTQ 無料法律相談、LGBTQ+ 命の相談窓口、そして若者向けのラップアラウンドサポート、 LGBTQ の暮らしの相談、最新情報につきましてはプライドハウス東京ツイッターをぜひチェックしてみてください。いかがでしたでしょうか。この動画が一人でも多くの人の参考になれば嬉しいです。ぜひ一人で悩まないで相談してください。ヨーヨー社労士飯塚智代でした。